仲良し、カメラも OK と。うちのヘアピン見て、ずれてへんかな。そんなくっつかれたら配信にならないってば。機材は準備できたはず。ちょい待ち、ヘアピン変えるわ。アリアも行きます。待ってください。もう3回も変えたのに。じゃあ僕も行こっかな。ダメです。ゆうちゃんはいてください。せや誰かしらカメラの前におらんと。いっそ服ごと着替えてきたら。やっぱユウもこの服はあかんって思う。カニや。ほんとおバカ。でもはいちなっちゃん、カムバック。座ってアリアちゃんは配信環境をもう一回チェック。もうみんなにアナウンスしちゃったんだし、恥をかくなら派手にみんなの前で。言えないでしょ。メンバーのヘアピンが15度傾いてるから配信は中止ですなんて。マイクがずっと入ってたみたい。どうしよう。どないすんね。この正体のすべてが全世界に聞こえどうしよう一生笑いもんや。2人とも妄想エンジェルの人気を甘く見すぎ。見てる人もそんなにいないんだし、このまま始めちゃおう。では始めます。待って、アリアちゃん見た目お着替えがまだだってば。うちは何したらええ？ちなっちゃんは座ってて。ごめんね2人とも。もうバッチリだよ。さあ配信を始めよっか。思ったより見てくれてるよ。みんなお待たせ。ほらちなつちゃん、ご挨拶。うち1番ってメモどこやっけ。みんな、この子の名前はがっかり系緑だよ。うちはちなっちゃんや。誰ががっかり系緑やね。そうだよゆうちゃん、きちんと自己紹介させてあげて。まあでもゆうちゃんなりに緊張をほぐしてくれたんだよね。どんどん人が増えてきた。じゃあ早いうちにちゃんと私たちの自己紹介をしよう。みんなでいくよ。せーの。ハロー、妄想エンジェルです。謙虚じゃない、努力しない、優しくない、ない尽くしの妄想エンジェルがとびっきりのリアルな妄想見せてあげる。めっちゃアイドルっぽいや。ぽいも何もアイドルだけど。私たちすっごく仲良しなんだよね。そうだね。ちなっちゃんは僕のこと嫌いなふりしてるけど、普段の練習では「うちに教えて!」って必死なんだから、みんなに置いてかれないようにね。やめえやその話はせんって約束やろ。てか2人はまだ自己紹介もしとらんやんけ。ほなアリアちゃんからユウはお口チェック。はいチャックね。むぎゅゆうちゃんたら。じゃあ私からね。グループ名はさっきお披露目したけど、実は私一時期はソロで歌の配信をやってたんだ。有名でもなんでもないけどとにかく今は妄想エンジェルのメインボーカルアリアです。イエーイ、パチパチパチ。こんなこと言ったら自慢みたいだけど、私ずっと前から歌うことが何より好きで、自分でも割と上手だと思ってるんだ。ずっと私の歌声が誰かにとっての憧れになれたらって思ってた。私にとってアイドルはそういう夢そのもの。今までは私も憧れる側だったけど、今日私たちはアイドルとして一歩を踏み出したんだもんね。小さな一歩だけど、ちなつちゃん、ゆうちゃんと一緒にみんなの方へ一歩ずつ歩いてくよ。よろしくねアリアちゃん素敵やで。ちゃんとそんな風に考えてんの？ここではうちくらいやと思ってたわ。ちなっちゃんを誘ったの僕たちなんだけど、ノリでアイドルやってるみたいな言い方やめてね私って普段こういう話しないから。じゃあ次は我らがリーダー。ストップ。ただの自己紹介だとつまんないじゃん。生配信なんだから
サプライズがないとね。というわけでここからはタコ紹介のコーナー。なんて？また妙なもん録音しとらんやろな。そのまさかだよ。いつの間に？あ、ゆうちゃんにこっそり聞かれたあれ？ちなつちゃんの直してほしいところって今日のためだったんだ。ゆう、貴様、うちにアリアちゃんの気に食わんとこ言わせたんもこのためやったんやな。なにがアリアちゃんのためじゃ、ダホ。そうしないと本音が出ないじゃん。視聴者に僕たちのリアルをお届けしよっか。どういたしまして。録音はどこ置いたっけ？あったあった。はかー。ちなっちゃん、歌詞は後でいいからさ、ここらで運営形態の振り返りとかしとこう。ほら、準備ならもう結構前からしてきたんだし。なんや、えらい急やな。おまけに難しい言葉使えよって。だって僕リーダーだし、2人を伸ばしてく責任があるんだよね。まずちなっちゃん、最近のアリアちゃんについてどう思う？アリアちゃん？アリアちゃんはずっとええ子やん。ユウみたいに意地悪せえへんし。なんたってあの子には情熱があんねん。あの無尽蔵のパワーは羨ましいで、ほんま。ちなつちゃん、私とっても嬉しいよ。はは、当然やん。ほな、もうこの辺にしとかへん？ただアイドルの話題になると急にスイッチ入るやん。こないだも引退前のセルシー様とスポお姉ちゃんの話になって、もう一晩中ずっとやで。次の日バイトで早起きやったのに、うち全然寝れんかったもん。おお、それは大変だったね。まだあるで。アリアちゃんはよくライブに連れてってくれるんや。勉強になるのはわかるけど、さすがに週末でいっぺんに4公演はきついわ。うちはもうヘロヘロで。ごめんね、ちなつちゃん。迷惑だったかな。ちゃうで、アリアちゃん。アリアちゃんの話なんて一生聞いてられるんやから。なんとか言うたって。ちなっちゃん、アリアちゃんと語りたがってたもんね。アストラさんが黄金の日に出したアルバムのこと。本当？せやで。そのアルバム、私サイン入り持ってるよ。後で見せてあげるね。楽園無勇気っていうのが特に神曲で。ちょっとだけ歌っていい？いいよね？歌うね。ストップ、生配信だよ。ちょい待ち。確かこの配信終わったら出かけるんやんな。さてはあんた、自分が付き合わなくていいからって。ああ、そうだ。残念。アリアちゃんのアストラ様トーク聞きたかったな。アホはいはい、それじゃあ次はうちのかわいい担当ちなっちゃん。もうちょい詳しく自己紹介どうぞ。ちなっちゃんやで。作曲担当でんやろか。歌も踊りも下手っぴやけどギリ曲が書ける的な。私ちなつちゃんの書いた曲大好きだよ。アリアちゃんおおきに。自己紹介終わり？じゃあ質問コーナーね。ちなっちゃんにとってズバリアイドルって何？まず質問コーナーを認めてへんし、ぶっつけ本番で聞くそれ。うちにとっては音楽でみんなをあったかくする人やろか。うち喋りはあかんくて、とっさの言語化もお察しやから、誰かが落ち込んでてももう落ち込まんときくらいしか言われへんね。せやから音楽で慰めたろって聞く人の気持ちがちょっとでも晴れたらええな。くすん、ちなっちゃん尊いね、ゆうちゃん。私も前にもう落ち込まんときとだけ言われて、クールだなって思っちゃった。ちゃうね、アリアちゃん。てか目薬で泣いとるのバレバレやで。ちなっちゃんが大人になってママは胸がいっぱいです。いつママになったんや、己は。意地悪なママ母の間違いちゃうか。これ
れが反抗期ってやつかな。あ、そうだ、ちなっちゃんのデジタルペットは恥ずかしがり屋さんだから出てこれない？あの子はそうなんちゃうで。あれ、みんなにご挨拶しや。この子がバブルちゃん、うちの猫なんや。次変なこと言うたらバブルちゃんが八つ咲きにするで。うわー、怖い。アリアちゃん守って。私も怖いよ。千夏先生、お許しください。二人してなんやねん。てかあんたも自己紹介せな。焦らないの、まだ大事なコーナーがあるよ。じゃあ続いてアリアちゃんから見たちなっちゃんです。おーい、アリアちゃん。またちなっちゃんの曲？もう、ゆうちゃんだったんですね。あれ、午後は千夏ちゃんとバイトじゃ。ちなっちゃんまだ用事あるから僕だけ戻ってきた。千夏ちゃん一人で大丈夫ですか？うん、大した用事じゃないし。てかさ、ぶっちゃけどう思う？最近のちなっちゃん。急ですね。ちょっと気になっててさ、アイドル博士のアリアちゃん的にちなっちゃんはこうした方がいいみたいなのある？博士だなんて、アリアそんなに立派じゃ。でも、アイドル博士か。アリアちゃん、戻ってきて。千夏ちゃんはいつも頑張ってると思いますよ。真剣に作曲してるとこも可愛いですし、真面目にビラ配りしてる姿も可愛いです。そないに可愛いやろか。街で知り合いに会うと急にモジモジするとこも可愛いですし、泣いちゃいそうな時に服の裾をギュッてするところも超絶可愛いです。いっそ殺せ。うちらはもうええやろ。はよ自分の紹介しいや。はいはい、わかったって。南宮優だよ。一応ダンス担当ってことになるかな。あとリーダーも兼任してるよ。まあこの2人のお姉ちゃんって言った方が近いかも。みんなも見ての通り優しくて親切、そして努力家な癒し系アイドルってやつ。トレーニングのメニューを作ったり、お悩みを解決したり、バイト探しにコラボ相手への連絡、素材作り、とにかくいろいろ。僕はみんなのお世話が大好きだから。アリアちゃんのこともちなっちゃんのことも妄想族のみんなのこともね。だから恥ずかしがらずに何でも言って。まあ確かにその辺まるっと優がやってくれてんねやけど、優しい？親切？努力家？ゆうちゃんはちなつちゃんをよくいじるけど、ちなつちゃんのことが大好きだからなんだよ。何を言うてんねんアリアちゃんは。うちが突っ込まんとすぐ妙な感じになるんやから。てかゆう、今度はうちの番やな。ほな、あんたにとってアイドルってなんなん？お、ちなっちゃんの逆襲。それで不意打ちのつもりなのかな。まあ確かに一言では言えないけど、僕って昔からアイドル向きって言われてて、ひっきりなしにスカウトが来たけど、なんていうかどのビジョンも全然ピンとこなかったんだよね。で気づけば妄想エンジェルにいたっていう。僕って苦労する星のもとに生まれたのかも。ちっちゃい頃ちなっちゃんと出会った瞬間から決まってたんだよ。この狭い部屋で2人の妹と頑張る運命がさ。まあちなっちゃんにはいろいろ誤解されることもあるけど、ゆうお姉ちゃん大変だったね。あんなすぐ茶番を始めるんやから。うちはゆうの気に食わんとこうきくんや。はよ録音出さんかい。ちなつちゃんは撮ってないの？うちが撮っとるわけないやろ。ゆう、自分のだけ撮っとらんとか言わへんよな。当たり前でしょ。僕の持ち込み企画だよ。準備しとくわけないじゃん。この悪魔。ええわ、生配信やし直接言うたらええね。どうぞ何でも言って。僕ちなっちゃんに口答えなんてしたことないもんね。言いづらい。
アリアちゃんチャンスや。ゆうちゃんはすっごくいい子だよ。からかい上手なとこもあるけど、困りごとはすぐ解決してくれるし、ゆうちゃんって何でもできるよね。千夏ちゃんもそう思うでしょ？なんか部屋暑くない？窓開けてこよっかな。おお、柄にもなく照れてるね。違うから。じゃあ紹介コーナーは以上。次行ってみよっか。まだやるん？今日は短めって言うとったやんけ。さすがゆうちゃん、最初の配信でもちっとも手を抜かないんだね。当然、世話の焼ける妹たちを養わなきゃだもん。どの口が？いやー、探したあの幻と言われたアストラさんの同人神ゲー、みんなやりたくない？それもしかしてあのアストラシミュレーター？正解！アリアちゃんずーっと言ってたよね。大スターアストラヤオの日常を体験できるっていうあれだよ。覚えててくれたんだ。あ、デタラメチャーハンさんありがとうございます。1万デニ？すごい。僕たちも初見プレイなんだ。このゲームが実況とかされるのこれが初めてじゃない？じゃあちなっちゃんプレイよろしく。アリアちゃんは解説担当ね。ちなつちゃん頑張。なんか罠とちゃうやろな。アリアちゃんが知ってるほど有名なら誰も配信してへんのはおかしいんとちゃう？多分入手困難だからじゃないかな。だってほらアストラさんの事務所ってまあ私たちはリスナーも多くないし誰も気づかなさそうだけど。とか言ってたらなんか同説が増えてる気がするけど、まあ準備できたら始めよっか。みんな楽しみだね。そんなに難しくなさそう。立ち絵も UI もえらいシンプルやな。ほんまに神ゲーなんか？まあやってみてよ。びっくり要素はないからさ。ゲームごときにビビらへんわ。前にポッターヒルがゲーム化された時は。うさい。ほらゆうちゃん、我らがちなつちゃんは今からアストラさんなんだよ。せやで、もっとく。まずは好きな場所？こんなん寝室一択やろ。なんたって安全やし。好きな芸能活動は？ライブ、企業のアンバサダー、広告のモデル、作曲。作曲に決まってるやろ。ストップ、ちなっちゃん。せっかく大スターの生活を体験できるんだからさ、普段の自分と同じってのはちょっとつまんなくない？そうかも。こっちにしてみるのはどうかな。広告のモデル。事務所にいた頃ってちなつちゃんは作曲がメインでアーシャも撮ったことなかったよね。かわいい写真撮ろうよ。けど自分の写真をアップロードしてアストラさんの美女と合成？なんこれ。さっきから変な選択肢も多いし、これ大丈夫なやつなんか？まあほら、あと少しなんだから。はい、写真をアップする。これが大スターのお家。この寝室、うちら3人の部屋を足したよりも広いで。あれ？マネージャーさんが寝室にいる。仲良しなんだね。綺麗な人やな。お姫様とナイトって感じだね。ナイトってこっちも女の人やで。それがどうしたの？私ね、聞いたことがあるの。去年アストラさんが事件に巻き込まれた時、身を挺して守ったのがこのマネージャーさんなんだって。こういう時のアリアちゃんは止まらないね。お嬢様、起きる時間だぞ。今日もスケジュールは詰まっているが、移動中に仮眠くらいは取れるだろう。おはよう、イブ。まだ眠いわ。スケジュールに海辺でリラックスはないかしら。なんやこのイラスト。さすが神ゲー。細かいとこまで面白い。こだわってるよね。どこがやねん。こだわるなら服もうちのでええやろ。それはほら、大スターじゃなくて
もう千奈ちゃんだから。さてはゆう、このからくり知っとったな。だからうちにやらせたんやろ。さすがに濡れ衣だよ。でもこれ可愛くない？千奈ちゃんが大きくなったらこうなるのかな。可愛いね。アリアちゃんまで。それにほら、同説増えてるよ。続きやろ、千夏ちゃん。今日のこともきっと報われるよ。けど。お嬢様、今日は仕事が山積みだ。朝は抵抗でライセンス関連の打ち合わせ、昼はスタジオに移動して午後からある撮影の準備、夕方はプレミア上映会の出席、その後いくつかのメディアから取材を。これが大スターの日常。聞いとるだけで部屋にこもって曲書きたなるわ。待って、打ち合わせと撮影の間に時間があるわよね。イブ、しらばっくれるつもり？それは予定外のことが起きた時のためのバッファだ。とにかくまずは起きてくれ。この読み上げは必要なんやろか。アリアちゃんは没入感を大事にしてほしいんだよ。アリアちゃんにありがとうって言って。おーきに。どういたしまして。千夏ちゃんのためなら喜んで。あれ？この選択肢最近聞いた気がするな。先週の日曜だっけ？千夏ちゃんにバイト行こうって声かけたら同じ言い訳してたよね。あん時はほんまにひらめいたんや。二度寝したかったからちゃうもん。私証明できるよ。昨日ゆうちゃんが出かけた後、窓際でぼーっとしてた時と4日前の練習中、メガホン片手に6分街の猫とお話ししてた以外は真面目に曲を書いてたもん。なんで知ってんねん。僕も知ってたけど、あれは作曲のために必要なことやったんや。あの曲を書いとる間にどんだけ毛が抜けたか。もうええわ。ゲームの続きしよう。じゃあ1を選んでお仕事の量を見てみようか。ダメ。私は甘えるゆうちゃんじゃなかった。甘えるアストラさんが見たいよ。でも甘えたところで休める忙しさじゃなさそう。どうやろう。せやけどゆうが言うてもいまいち説得力ないんよな。イブ、私海辺でカモメと遊びたいわ。カモメと約束しちゃったもの。少しだけ時間を稼ごう。ただし周囲にバレたらすぐに逃げろ。いいな。またありがとうございます。でもこれリアルなのかな？せやな。大スターは忙しいやろし、カモメと遊んでる場合ちゃうやろ。そうだね。せいぜいマイクやカメラと遊ぶのが関の山でしょ。でも私が聞いた話だとアストラさんは神出鬼没なんだって。それに彼女の歌は私たちを新エリートのいろんなところへいざなってくれる。ああいう曲が書けるのもやっぱり自分の足でこの街を楽しんでるからだよ。なるほど。アイドル博士らしい分析やで。聞いた話って誰に？それはベスポお姉ちゃんから。お姉ちゃんも素敵なアイドルだし、やっぱそういうことは詳しくて。そっか。ちなっちゃん、ほら続き。これ以上はアリアちゃんに火がついちゃう。スタジオでっか。前に MV 撮った時借りたとこも広いな思ったけど。そうだよ、あそこ半月貯めたお金でやっと午後の一コマを借りれたんだから。あの MV 別にバズったりはしなかったけど、スタジオにいる時は本当にアイドルになった気がしたな。あのマネキンたちにも結構使っちゃったな。使っちゃったって何用やねん。そんなの時間に決まってるじゃん。用意するの大変だったんだから。僕的に黄金の日のライブは成功だったけど、今後のライブでチケットがちっとも売れなかったらまた観客として盛り上げてもらおうかな。あの時みたいに2人を泣かせたくないし。私も。あれは千夏ちゃんが。そろそろゲームの続きすんで。ユウもそのくらいにしときや。ありがとうイブ。カモメとの約束を果たせて
私すっきりしたわ。にしてもこのゲームのアストラさん、前に会うたご本人まんまの喋り方や妙やな。アストラーズの人が来てくれてるみたい。アストラさんたちと撮った写真見せてあげたら。みんなもきっと見たいと思うな。人様の人気に便乗しー。ほらゲーム続けて。お嬢様、前に会いたがっていたカメラマンが現場にいるぞ。彼女とは30分程度は話せるだろう。それとステルシー城だが。セシーもいるの？いや、海辺で静養中とのことでメッセージが届いている。例の誘いには応じられないかもしれないそうだ。そう、時間ができたら私の方から行って捕まえてやるんだから。セルシー様も出るの？昔の見た目で出てきてくださらないかな。ちょっとアリアちゃん、心の準備アストラさんが会うのはカメラマンさんの方だよ。セルシー離れとこう。セルシー様、ペンが当たっちゃうかもですよ。どうすればええの？アリアちゃん、変わってくれへん？電話来たわ。知らん番号やな。失礼、こちら千夏様の番号でしょうか？私はアストラヤオのマネージャーです。このゲームリアルすぎるんとちゃう？進捗に合わせて電話が来るなんて。何言ってるのさ。電話番号なんて入力した？ねえ、誰から？これって本当にアストラさんのマネージャーから電話ってこと？聞こえていますか？これはお嬢様たってのご希望でして、アストラシミュレーターをプレイしているそうです。そのゲームですが、一部の内容に少々かねてより開発者の方を探しております。もしもし、何かトラブルでしょうか？イブ、どうしたの？早く配信切って。びっくりさせちゃったみたいで、脅したつもりはなかったの。スマホ貸してちなっちゃん。すみません、ちょっとバタバタしてるので変わりました。何かお手伝いできることはありますか？そう深刻な話でもないですが、スターループまでお越しいただけますか？責任の追及ではなく、どこでそのゲームを見つけたか伺いたいのです。わかりました。3人でお邪魔してもいいですか？みんなアストラさんのファンで。まあいいでしょう。ですが彼女たちは平気ですか？イブが脅かしたせいよ。大したことないですから。それじゃすぐに行きます。少しだけお待ちください。やった。セッシーの教え子ちゃんたちが来てくれるわよ。イブ、みんなのおやつを用意して。終わりや。次はステージやなくて法廷に立つんや。アリアたちのアイドル活動はここで終わっちゃうんですか？でもマネージャーさんは責任の追及じゃないって。そうだね。ってまだ配信切ってないの？どうやって切るのこれ？初配